バンババンバンババビバビバビバババンババンバンバアビバモモババンババンバンバアビバビバビバババンババンバアビバババン。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有していい見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにカリカリを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今、画面に収まってる子がおりませんので、我が家には白黒のクーターくん、白茶のゆりさん、三毛猫のたまちゃん、チャトラのまざるくん、グレーのぐーちゃんと寝てる。我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバーをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃーんこにシーバーあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。今日はこのカリカリがさ、ね、なくなるんで、ちょいちょいあげたわけよね。ちょいちょいあげて、ちょいちょいあげてたから、だいぶ今日は食べたと思うんで、どうかなカリカリだけで釣れるかなと思ったけど、やっぱ釣れなかったな。もう結構今日は食べたから満足したのかなっていう感じだな。全然猫いないもんね。こんなに猫いないってなって感じな。ゆかさん、藤子さん、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ゆかさん、今夜もジャスティス。ありがとうございます。ゆかさん、藤子さん、今日玄米ご飯は食べましたか？今日はお客さんが来てて、キッチンが使えなかったので、玄米ご飯は食べないで、白いご飯を食べました。お気に入りさん、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。というわけで、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、リアルタイムかこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では行きますよ。せーの。ジャステ
ティース。猫いねえな、たけし、今日もな。よろしく頼むぜ、ジャスティス。今日は塩入りのお湯。ああ、はい、ちっちゃちっちゃちっちゃ。今日もさっき沸かしたお湯でございますよ。まあ今日はお客さんがいるんで、まあ部屋が使えないからキッチンは使えないっていう感じなんだけど、ただまあキッチンを使う人ではなかったんで、IH なんでね、IH をこっちに持ってきて、あとポットとミヤカンとね、こっちに持ってきて、お湯は沸かしたので、一応沸かしたてのお湯というかな。まあでもお客さんも今日なんか9時までの予定だったのに7時で帰ったんでね。だからまあ全然、早く終わったんで、そんなお湯をその後に沸かせば別に良かったなみたいな感じだけどね。まあそうなるとは知らんかったからなっていう感じな。なんか早めに終わったっぽかったのでね。はい、抹茶が来ましたね。今日は抹茶が騒いでたんじゃなくて、クータが騒ぎ出したので、それに反応して抹茶が追っかけっこ始まった感じだったな。今日は抹茶発信じゃなかったもんね。クータの自業自得だ。っお気に入りさん、こんばんは。お気に入りさん、藤子さん、近藤さん、こんばんは。ジャスティース、ありがとうございます。お気に入りさん、お客さんは民泊でしょうか？民泊はもう禁止なのでできないんですよね。だから、レンタルスペースでございますよ。で、今日借りてくれた人は、時々ね、なんか生態の、なんか生態の会とか言ってね、何してんだろう、生態を教えてるのかなみたいな感じなんだけどさ、なんかそんなの時々借りてくれて、なんかもともとは地元の、なんかね、公民館みたいなところでやってたっぽいんだけど、なんかその人は引っ越すことになったのかな、なんか名古屋かなんかから来てるらしいんだよね。で、なんか、ただ、こっちにいる人がね、なんかまだ続けてほしいっていうんで、なんか時々定期で開催してるらしくて、で、その時借りてくれる感じなんだよね。で、まあ年内あと1回ぐらい使うかもしれないみたいな感じだったかな。ね、その人は全然紳士的な感じで、綺麗に使ってくれるんでね、で時間もね、早く切り上げてくれるんでね、抹茶が猫とは思えない鳴き声で鳴いておりますな。そんな感じで今日は楽ちんでございましたな。てんたまさん、今夜もジャスティー、そう、たまちゃん起きてきたな。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ、本日も仕事をやっておりますよ。ゆかさん、てんたまさん、こんばんは。てんたまさん、ゆかさん、お気に入りさん、こんばんは。お気に入りさん、てんたまさん、こんばんは。ねえ、たまちゃんは食べたのかな？食べてなかったのかな？お腹空いてんのかな？いっぱい食べてくれると嬉しいよ。で、あとは、今日は、だからそんなんでね、パソコンの前に一日いるだけだからと思って、だから、いろいろとやろうと思ってたんだけどな、なんだ、映画見たりとか、ね、なんかいろいろやろうかと思ってたんだけどね、なんか眠くて寝ちゃって終わったな、みたいな。そんな、そんな一日でございました。皆様、今日はどんな風にお過ごしになられたんでしょうかね。16日、兵庫県知事選が明日なんだったっけ？はい。急に思い出した。っよしさん、ジャスティス。明太子パークのおにぎりはネットで明太子の量がびっくりするぐらい入っているとのことで、ぜひ買いたいと思ってました。そうだね。おにぎり自体は1個400円だったっけ？ただまあその明太子の量が確かにね、普通に明太子のおにぎりを買ったんじゃ味わえないぐらいの量入ってるんでね、まあコスパはいいんじゃないでし
かね。支度隊今頃起きたのか。戻ってきてくれたのね。ありがとうございます。てんたまさん、たまちゃんまだ残ってるかなね。あら、かわいいの伸びしてな。まだね、ちょびっと残ってるね。一粒残ってるね、手前のお皿がね。かわいいね。かいたさん、ジャスティス、こんばんは、ボスは、本日もしぶとくやっておりますよ。もう今日もなんか、暑いっていうのなんかね、脱いだり着たり、脱いだり着たり、色を脱いだり着たりしながらね、生活しておりましたよ。どこだっけつゆかさん、藤子さん、マヨネーズは好きですか？マヨネーズは卵とお酢でできていますね。違いますよ。マヨネーズは卵とお酢と油でできていますよ。ほとんどが油でございます。おきにいりさん、よーしーさん、かにたんさん、こんばんは。ゆかさん、よーしーさん、こんばんは。かにたんさん、こんばんは。てんたまさん、去年、兵庫のキリンビール工場に行った時に、近くに明太パークあったのに乗らなかった後悔。あ、そうなのね。明太パークってなんだ、全国的にあるの？そっか、まあ、明太子だから、博多ってことか。それが関東にあるってことは、そっか、どこにでもある感じか。よしーさん、てんたまさん、お気に入りさん、ほか、こんばんは。てんたまさん、こちらはまだ T シャツですよね。今年は暑いよな。ゆかさん、藤子さん、味噌田楽のこんにゃく好きですか？ね、こんにゃくパークのこんにゃくで美味しかったのは結局味噌田楽だったっていうね、オチだったよな。あんだけいろいろ食べたのに。いろいろあんだけ食べたのに。結局、こんにゃくが一番美味しい食べ方って、この味噌田楽なんだなっていうことがよくわかりましたね。まあ、自分でこんにゃくの唐揚げとかさ、やろうとすると、衣がくっつかなくて、なかなか難しいんだよね。揚げ物にしようとすると。で、まあ、あと水分あるからさ、危ないっていうのもあるし、なんか跳ねるし、だからもうやりたくないみたいな感じなんでな。だからあそこで味わっといてよかったよ、みたいなね。自分ではちょっと作りたくないから、みたいな感じな。お気に入りさん、日中に眠れるのは睡眠負債があるのかもしれませんね。休息も大切ですね。たまさん、味噌田楽は江戸時代から居酒屋での、定番料理。あ、そっか、酒に合う料理っていう感じなのかね。まあ、味噌次第だとは思うけどね。あそこで何だっけ、生姜味噌と普通の田楽味噌とあってね。で、まあ、生姜味噌も、なんだろうな、こんにゃくじゃなくて、生姜が合う料理につけたら、まあ、美味しいのかもしれないけどね、どっちがうまいかって言ったら、結局、田楽味噌のがうまかったもんなっていう感じだよね。だから、味噌次第の料理なんだろうなとは思うんだけどね。なんか生姜味噌が合うのってなんだろう、里芋かなって今思ったけど、ただ里芋も別に生姜とはなんか合わせないか。あと何があるかな。生姜と味噌。なんかあるような、ないようなって感じね。あと思いつくのは、まあ、田楽だから大根かなと思うけど。まあ、合わなくはないだろうけどな。結局、どれもこれも田楽味噌の方が普通のね、の方が美味しそうだなって今思ってさ。ズッキーさん、18日からめっちゃ寒くなるそうですね。まあね、そうは言っても11月の、18日だから、まあ約後半ぐらいだもんね。そりゃそうか、みたいなね。でもまたそっからさ、なんか復活するっぽいじゃんか。そのまま寒くなっていっちゃうのかなと思いきや、なんかそうではないみたいだから、助かったよと思って。できるだけ寒くならないうちに
お出かけはしたいなと思ってたのに、寒くなっちゃうのか、もう無理だな、今年はもう無理かなと思ってたんだけどさ、なんかまた復活するっぽいからね、なんだろう、台風の影響なのか。てんたまさん、ズッキーさん、そうらしいですね。ねえ、なんか真冬の寒さになるんだよね。ゆかさん、てんたまさん、T シャツって半袖ですか？そうだからね、今日は、まあ、冬自宅でね、ビニールのカーテンね、いなくなっちゃったから探そうかと思ったけど、結局めんどくさくなっちゃって。めんどくさくなっちゃって今日も探さなかったんでね。今年はあれかな、もうビニールのカーテンなしで生活するかなと思ったけど、今寒くないんでそういう風なことも考えちゃうけどさ、実際寒くなるともう全部覆いたくなるぐらいの寒さなんだよね。この部屋が寒すぎるんでさ。えーっと、ペンタムさん、四国も寒くなるかね。どうだろうね。四国だけは寒くならないじゃん。四国だけは寒くなるんじゃないのかな。よしさん、こんにゃく麺はダイエットにはよく買ってました。あ、そうなんだ。確かに味は今一つですがね、低カロリーなので確かにな、小麦でもないからね。だからまあ体のためにって思えるんだったら、全然いいとは思うけど、ただ麺の代用品になるかっつったら、なんか違うかなと思って。だったら普通に糸こんにゃくを美味しく食べるって考えて、糸こんにゃくを食べた方がいいと思うんだけどっていう感じだったな。なんか見た目がね、もうほんとラーメンっぽくて美味しそうだから、それで期待して食べると、あれ違ったみたいな感じでさ、なんかがっかり感だな、すごくて。ゆかさん、ズッキーさん、こんばんは。けんたまさん、ゆかさん、半袖 T シャツですよ。常夏だもんな、四国はな。ズッキーさん、ゆかさん、こんばんは。お気に入りさん。高坂の方は長袖ワイシャツでも寒かったです。そうね、シャツ1枚だと、なんだろうな、時間帯によってっていうのかな。ね、朝晩はそれなりにさ、冷えたりとかするじゃんか。昼間なんか、なんだろうね、晴れてるわけではないからどんよりしてるんだけど、でもなんか気温は高い、なんか蒸し暑い的なさ、そんな感じなんだよね。なんだクーターとマーちゃんは元気だな。まあ元気には越したことないけどね。患ってるよりは元気でいてくれた方がいいけど賑やかだな。にしても賑やかだな。よしさん、四国はまだ暖かいのですね。てんたまさん、よしさん、こんにゃく麺も美味しければと思うのですがね。でも、大豆麺は高いですね。そうそうそう。全部ヌードルとかめっちゃ高い。うまいんだけどね、あれね。あれめっちゃうまいんだけどね。そうなんだよ。高いよね。てんたまさん、こちらは室内はまだ暖かいですよね。そう、室内はね、これ、だから上着脱いだり着たりしながら、外出るときはさ、着ていかないとちょっと心もとないかな、みたいな感じがするんだけど、うちの中なんかね、暑かったり、なんかちょっとあれか、みたいな、なんか繰り返してる感じ。ヨッシーさん、こんにゃく麺は高いですが、どうしてもラーメン、特にスープが飲みたくて、ね、だからあれ、麺が、小麦の麺じゃなきゃ、スープがいくらラーメンのスープでも、全然ラーメンにはならないんだなっていうことが分かったんだけど、でもあれなのかな、トッピングをもう完璧にラーメンに寄せていくと、なんか騙されて食べれる感じになるのかな。てんたまさん、お気に入りさん、四国も外に出ると半袖は厳しいです。ね、そうだよね。なんか、なんとなく外のね、まあ風は、まあ冷たいってほどではないけどね、なんか、生あったかいってわけではないから、なんかちょっとね、心もとないかな、みたいな、上着着ないと、みたいな感じなんだよな。お母さん、藤子さん、ひき肉のカレーを作りますか？私はお肉はほとんど使わないですね。
お気に入りさん、てんたまさんの半袖姿を想像いたしました。それは嬉しいのか。それは嬉しいのかな。てんたまさん、豚骨スープに麺の代わりに豆腐を入れてもダイエットになると思います。ああ、そうだね。麺にこだわらないで、そのラーメンスープに合う食材を食せばいいんだろうね。そうだよね。豆腐だったら美味しそうな感じよね。お母さん、藤子さん、ひき肉のカレー美味しいですよ。あ、確かに私もね、昔はその肉を使ってた時は、鶏ひき肉、まあ、ひき肉だな。ひき肉を買ってきて、カレーにはひき肉使ってたかなと思うよね。だからなんだ、バラ肉みたいなさ、固まってる肉だとさ、すごい、量が少ないっていうの、偏っちゃうっていうのかな。なんかある皿には肉入ってるけど、ある皿には肉入ってないみたいなことにさ、なりがちでね、文句言われるのも嫌だからさ。だからひき肉だったら全体にまんべんなく行き渡るので、だからまあ肉はひき肉を買ってたと思う。今はまあ鶏のなんだっけ、胸肉だったっけ、ささみだったっけ、かなんかをね、時々なんか鶏肉食べたいかもしれんみたいな時は、なんか鶏肉買ってるかなって感じかな。カニタンさん、豚骨スープ、豆腐が食べたいね。美味しそうだよね、それね。てんたまさん、四国も10月半ばまでは半袖の人多かったですけど、そうそうそうね、そんな感じよね。さすがに11月入ると、ね、ちょっとね、それだと心もとないかな、みたいな感じだけど、ただまあ季節がもう冬だっつうのにね、その割にはっていう感じよね。よしさん、てんたまさん、豆腐入れてみます。そうだね。糸こんにゃくも炒めて、なるほどね。スパゲッティとして食べてました。美味しくないけど。そうだから、なんか、麺の代用品としてじゃなくて、なんか糸こんにゃくとして調理して食べた方のが、なんか美味しく食べれるんじゃないかと思うよね。私、糸こんにゃく、どうしたっけな、なんかたらこと一緒になんか食べてみたことがあった気がしたな。てんたまさん、カニタンさん、豚骨スープが恋しいですよね。そっか、そっちの方は豚骨スープっていう感じなんだね。カニタンさん、豚骨スープで鍋にしてみますね。なるほどな。なんかキャベツとか入れたら美味しそうだな。それの場合な。白菜よりもな。てんたまさん、よしさん、ちょっとお高いですけど、一度お試し価格の全部ヌードル試してみるのもいいかもですよ。そうだね。なんか、まるで生麺じゃなくてね、全く全部豆でできてるとは思えないね。これ普通にね、パスタじゃんみたいなね。普通に麺じゃねみたいな感じだよな、あれな。C さん、全部ヌードル食べてみますね。びっくりするよな。だからまあ、ヨッシーさんの財力だったら、全部ヌードルで解決じゃん。麺が食べたいんだったらな。ただまあ、カロリーがどうかっつったら、それはわかんないな。豆だから、豆はそれなりにカロリーあるんだったっけ。そう考えると、まあ、ダイエットっていうのはどうかとは思うけど、ただ小麦粉の代わりにはなるんで、体にはそっちの方が多分いいんじゃないかなと思うよね。お気に入りさん、全部豆ですか？想像がつかないですね。そうなんだよね。だけど全然ね、普通にスパゲッティ食べてるような、こんな感じで。で、あと何の話すればいいんだっけ。豚骨広げらんないな。あったかい。全部ヌードルね。全部ヌードルそういえばいつの間にかなんかいろいろとバリエーションが増えてたよね。私がそのお試し価格の全部ヌードル食べてみたときは、そのパスタ、スパゲッティだけだったかな。ラーメン
なんかラーメンみたいな感じ、あ、そっか、なんかスープパスタみたいな感じのが、お試しだったのかな。で、食べたんだ。うん、でね、全然なんだこれ、普通にパスタじゃんと思ってびっくりしたんだけど、まあ、ただ次からはね、普通に値段がかかるんで、あの、お断りし定期購読は無理みたいな感じでね、お断りして、みたいな感じでいたんだけどさ、この前ほら、ウィッシュリストに、なんだっけ、備蓄品をさ、追加するときに全部ヌードルがさ、なんだ、関連商品みたいにさ、下に出てくるじゃんか。が出てきて、お、これいいじゃないか、みたいな感じで、入れたんだけどさ、そしたらなんかね、バリエーションがすげえ増えてて、お、こんなんなったんだって思ってさ、ね、すごいよね。てんたまさん、最近、発売になったまるちゃん、ズバーン、博多豚骨にはまっていますが、言ってたっけ、そういえば。自分も豚骨豆腐で。じゃあそれは、なんだろう、麺も食べた後に、替え玉の代わりに、豆腐入れるみたいな感じかな。お気に入りさん、藤子さん、胸肉を低温で長時間加熱すると、味付けしなくても美味しいですよ。そうなんだね。ウッシーさん、全部ヌードル一食300円ぐらいですか。やや高いけど、そうそうそう。一蘭ラーメンより安価ですね。あ、そうだよね。そう考えたらいいかもしれないね。ラーメン好きの人がラーメン食べに行くことを考えると、それに置き換えるって思えばね、そっちの方が確かに安価だからいいかもしれないね。てんたまさん、お気に入りさんは低温調理されるんですね。そうだね。低温調理ってなんか流行ってたよな。ゆかさん、藤子さん、鶏の胸肉と鶏のささみ、ヘルシーですね。うん、まあそうね。私は鶏皮が好きでさ、鶏皮をね、時々なんか買って、もう本当に時々っていうか、ごく稀にだけどさ、まあ、鶏肉を買うんであれば、まあ、鶏皮を買うみたいな感じなぐらいだったんだけど、今、鶏皮売ってるお店ないんでね、だからしょうがないんで、で、また最近もも肉が人気なんだっけ。なんか皮ついてる肉がないんで、で、ささみがよく安くなってんのかな、日持ちしないのかなんだかわかんないけど。で、まあ、にゃんこも食べっかなと思って、ごく稀にさ、なんか気まぐれに買うんだけど、やっぱ食べないから。やっぱ食べないんかいっていうんで、で、まあ、私のね、食事になるみたいな感じだね。よしーさん、お気に入りさん、低温調理とはどうやって作るのですかね。なんか、めんどくさくってやんなかったけど、私は。なんか流行ってたよね、低温調理ね。てったまさん、一蘭は高すぎ。あ、そうなんだね。私、一蘭行ったことないんで、まあ、どうせもうさ、ラーメンがどこに行っても高いんだったら、この際諦めて一蘭だったら、いいかと思ったんだけどさ、行ったことないから、ね、と思ったけど、にしても高いのか。にしても高いんだとどうかなみたいなね。だから今までほら、グリーン車って乗ったことなかったから、いつか乗ってみようなんて思ってさ。で、まあ次はグリーン車乗ってみた動画でも撮ろうかなと思ってた矢先にさ、なんかグリーン車が値上がりしたらしいんだよね。値上がりの率がえぐくて、なんか2倍ぐらいの量じゃない、金額になったみたいだったからさ、なんかそれだとさすがにちょっとなと思って、なんかそこまでして別にいいや、別にいいやと思って、なんかちょっともうグリーン車乗ってみたいっていう気持ちはね、全くなくなってしまったんだよね。だからそんくらいだとね、一蘭もちょっと別にいいかなって
っていう感じなんだよね。だからラーメン食べるんだったら、なんだろう、醤油とか、まあ味噌とか、その辺普通のさ、ラーメンが好きなんだけど、一蘭って確か豚骨だよね。豚骨そんな好きじゃないんでね、なんかね、別にそこまでそんな高いんだったら別にいいかなみたいな感じなんだよね。ねえ、まーちゃんね、疲れないのかな、毎日毎ちゃんな、あんな全身で、泣いて。疲れねえのかな。えーっなんだっけ、兄さん、てんたまさん、週に2回はブロックで9時間の低温調理してます。子犬といただいてます。あ、そっか、犬がいるからね。それは、そっか、やるか、そういうことな。てんたまさん、お気に入りさんは料理上手だったね。なんか、ここに来る人、料理上手が多いな。料理上手か知らんけど、まめな人が多いな。よしさん。一蘭はフランス料理並みの値段で、マジか。そんな高いんだ。絶対食べないと、後輩が言ってました。ああ、そうなの、そんな高いんだ。そこまでね、値段するんだと、さすがになんか、だったらフランス料理行った方がいいなって思っちゃうからな。なんかそれはいかないかもしれないな、私もな。ゆかさん、てんたまさん、一蘭ラーメン高いんですね。ね、知らなかったね。てんたまさん、ゆかさん、一蘭高いなぁと思っていましたが、最近はどこのラーメン屋さんも高いですね。そうそうそうね。ラーメン屋がさ、すげえ値段が高いんで、まあ、だったらね、一蘭もどうせ同じような感じなんだろうから、いいかな、行ってみようかなと、この際逆に行ってみようかなと思ったんだけど、そうか、フランス料理並みだったらいいわ。そこまで高いんだったらいいわ。てんたまさん、日高屋のラーメン食べてみた。あ、ね、日高屋のラーメン、私も食べたこと多分ないんじゃないかなと思うんだけど、社長がね、日高屋の社長がさ、時々ね、日高屋のその自分のお店に行って、味チェックするらしいんだけど、うまくもまずくもないって言ってるのが印象的でさ、へえ、そうなんだと思って。そうなんだと思って。なんか目指してるのが、うまくもまずくもないのを目指してるらしいんだよね。だから合格っていう意味のコメントだったらしいんだけど、うまくもまずくもないって言ってたんだよね。あ、そうなんだと思ってさ。なんか逆に、うまくもまずくもないラーメンを食べてみたいって、それ見て思ったんだよね。私もだからね、ちょっと日高屋のラーメンは死ぬ前には一度食べてみたいなってね、思ってるところでございます。お気に入りさん、てんたまさん、いえいえ、逆に手抜きでやってます。まあ、慣れればそうなんだろうね。てったまさん、自分も料理しますが、そうだよね。低温調理はやったことないですよ。そうそうそうね。なんか、やり方がさ、なんか、見てたらめんどくさくなっちゃって。いいやとか思っちゃったんだよね。おじいさん、一蘭は社長の方針で、絶対値下げしないとのこと。へえ、サイゼリアの社長と真逆の考え。ああ、そうなんだ。一蘭は、替え玉味玉入りだと1500円ぐらいします。あ、でも、なんか、替え玉と味玉入れて1500円だったら、まあそんな高くないか。だってほら今ラーメン屋さん、普通にラーメン屋さんでラーメン食べようとすると1300円はするじゃん、最低。ね、で、一蘭で1500、それで1500円だったら、まあ同じぐらいの金額かね、他のラーメン屋さんとな。
にいさん、よしさん。逆に日高屋さんはリーズナブルで美味しいですよね。そうそうそう。ね、で、値段を、そこそこというか、そのね、安いじゃんか。で、味はうまくもまずくもないっていうところを目指してるんだって。それが、飽きが来ないっていうの。で、リピーターがね、毎回安心して来れるようにっていうのを、目指してるらしいんだよね。てんたまさん、よしさん。一蘭は福岡に住んでいた方として、味の評価はどれくらいですか？そうだね。ちょっと気になるところだね、そりゃね。うかさん、メッセージが撤回されました。よしさん、日高屋さん、たまにお世話になってますね。なんか駅前とかさ、アクセスのいいところにあるんだよね。ねえ、てんたまさん、普通に美味しい。日高屋社長。そうそうそう。そんな感じ、そんな感じ。お気に入りさん。このご時世なので、財布に優しいお店は頑張ってほしいです。すいません、目が開かなくなってきました。よしさん、一蘭の味の評価は、えざん、ざん、ざん、読めない。ざーんなんだ。ざーんなんとかですが、とても美味しいです。ああ、そうなんだ。でも、社長の値下げしない方針が気に入らないのでそうなのか見つめられてるぞ。私も食べません。が、周りのラーメンも値段が追いついてきました。そうそうそう、そうなのよ。あ、そっか。だからそもそも1500円ぐらいしたんだ、一蘭って。ね。で、私は行ったことなかったんだけど、だから今、ほら、1500円ぐらいするじゃん、どこのラーメンもさ。だからそれと同じで一蘭もさ、3000円とかするようだと、ちょっとちょっとなんだって、海外のラーメンがそんくらいだろ？日本でね、その値段だとちょっとと思うからさ、それはいかないかなと思うんだけど、海外でラーメン食べなきゃいけなくて、その金額払わなきゃいけないんだったら、まあしょうがないかなとは思うけどさ、日本でそれはとかって思ったんだけど、まあ同じような値段だったら、なんか逆に行ってみようかなっていう感じなんだよね。他でラーメン食べるよりはね。お母さん、藤子さん、鳥の皮昔売っていたんですね。そうそうそう、昔は鳥の皮売ってて、で、昔は鳥の皮ってすっげえ安かったのよね。だから、やったーっていう感じだったんだけどさ、今鳥の皮も普通にさ、安くはないっていうの。普通の他のなんだ、鶏肉とかと同じぐらいの値段するんでさ、なんか別に安いわけじゃないんだよなと思って、ね、だったら普通の鶏肉買った方がいいかなと思うんだけど、ただ今私は鶏の皮が食べたいんだよねと思って、で、しぶしぶ買うみたいな感じだったかな。でももうお店で、ね、そもそも鶏皮売ってないんでさ、鶏皮買う人なんか多分いないんだと思うんだよね。だから売ってなくてさ、買えないんだよね。てんたまさん、お気に入りさん、しっかり羊がいるぞ。牛さん、海外のラーメンが3000円から5000円するので5000円か。まあ、チップも入れるとそうなのかもね。インバウンドには人気でそうだろうな。もうだって日本でラーメン食べたらそれよりもね、半額とかもうね、激安って感じだろうね、感覚的にはね。ゆかさん、よしさん、日高屋のラーメン屋さんは、静岡にはありません。なんだろう、静岡には爽やかしかないのか爽やかしかないのかな。ゆかさん、よしさん、日高屋のラーメン屋さんは有名ですか？ねえ、なんか駅前のその立地のいいところにある安いお店だから、まあ特別うまくもまずくもないっていうのを目指してるって言ってたよな。千座間さん、大阪に行ったら、チャーシュー麺
1500円が当たり前くらいですね。そうそうそうね。だって、チャーシュー麺で1500円だったら多分安いと思うよ。だってこっちでは普通のラーメン1300円ぐらいしないと食べれないもんね。天玉さん、ゆかさん、四国にも日高屋ありませんよ。あ、そっか、日高屋ってそんなないんだ。ね、よしさん、一蘭のラーメンは福岡でも1番か2番かぐらい美味しい、悔しいですか？あ、そうなんだ、そんな美味しいんだ。じゃあ行ってみようかな。美味しいんだったらね、まあ高くても美味しいんだったら納得できるけどさ、それで高くて美味しくなくてだとさ、なんだっけ、琵琶湖くんの動画見ちゃってっから。もうあれが世の中普通なのかと思っちゃうからさ、あれ見ちゃうとさ、ね、それだとちょっと嫌だけどさ、3000円も払ってそんなかよっていうのだとちょっと嫌だけどね、ちゃんと美味しいのが出てくるんだったら、まあいいかって感じだな。ちょっとこの際逆に一蘭に行ってみようかなと思うんだけどさ、みたいなね。どこにあんの一蘭どこにあんだか私知らないし、だいたい並んでんだっけ？並んでんのわざわざ、並びたくない。わざわざ並んでまで入りたくないんだけどな、みたいなとこなんだよな。てんたまさん、ヨッシーさんの一覧評価がそんなに高いとはね。だったら、だったらちょっと行ってもいいかなっていう気分に今なって、私はな。てんたまさん、今度大阪に行ったら食べよう。そうだね。よしさん、日高屋は東京ではよく見かけます。そうそうそうね。まあ、ただ、JR の駅前かなんかなのかなと思うんだけど、多分ね。なんか私の行動範囲にはそんなに日高屋はなくて、ただまあそうは言ってもあるっちゃあるかなっていう感じだよな。だからそんなにその自分が食事したいなみたいなタイミングで日高屋に出会うことがなくて、で、入ったことがないんだよな。お母さん、天玉さん、大阪のラーメン屋さんのチャーシュー麺、1500円したんですね。ね、だから今のご時世で1500円でチャーシュー麺が食べれるんだったら、多分それは安い方だとは思うよね。天玉さん、一蘭の評価が上がりしましたね。ね、なんかちょっとね、ヨッシーさん食べねえっつってんのにさ、俺は食べねえって言ってんのにな。私はじゃあ食べようかなってね、もうどういうことだっていう会話だよな、これな。カインタンさん。一蘭並ぶほどではないと思います。そうそうそうね。だからなんかさ、ちょっと食べてもいいかなぐらいな感じだけど、なんか並んでまでどうしたかわいいな。今度はクータとマチが喧嘩始めて、なんだ、引き分けみたいな感じだったな。なるほどほどではね、ね。でも並んでんだっけだから並んでまではどうかなと思うんだよな。お気に入りさん、一蘭のゲートインする感じが緊張しませんか？ああね、だからね、行ったことがないんで、なんかね、どういう感じなのかなっていうのをちょっと経験してみようかな、みたいなね。まあ、ただ、その並んでまでっていうのと、どこにあるのかわかんないっていうのと、あと値段が高いっていうのと、あと豚骨ラーメンだっていうので、あんまりね、もうなんかあんまり行く気がしてなかったんだよね。えーっと、健太郎さん、一蘭の評価が爆下がりしました。並ぶほどではないでな。並ぶほどではないで爆下がりしたな。ヨッシーさん、一蘭は東京にもありますね。あるとはもうどっかしらにはあったと思うよ。一蘭のカップ麺は具材一切なしなのに500円します。ああ、そうなの。カップ麺はスーパーで68円である時代に、ああね、それは相当高いね。カニタンさん、以前より美味しいラーメン屋が増えたからかな。
そうだよね。ラーメン美味しいよな、どこで食べてもな。てんたまさん、お気に入りさん、それあります。そうそうそうね。だから、ちょっとハードルが高くて、なんかあんまり、いけなかったんだけど、ただまあ、こんなにもみんな利用したことがあるんじゃさ、じゃあちょっとね、そろそろやってみようかなって、思ったわけよ。いろいろ、いろいろ初めてを経験してきたんでね、そろそろ一覧かって順番回ってきたか、みたいな、感じだったわけよね。えーっと、カニタンさん、ゲートインは楽しい緊張かもね、なんか注文とか、ね、なんか会話しなくていいらしいから、だから、それはいいかと思って。会話しなくてもいいんだったら、じゃあいけるかなって思ったわけよ。なんか注文の仕方が難しいみたいだったから、それちょっと嫌だなと思ったんだけど、なんかね、チェックマークして、で、紙渡せば、なんかそれ通りのが出てくるらしいから、なんかだったら、大丈夫かもって思ったんだよね。てったまさん、一蘭の接客は飲食店でも上位レベルらしいです。そうなの？接客ってあるの？紙渡してラーメン出てくるだけで、接客ってあるのかね、飲食店で上位になるぐらいの接客なんだ。吉井さん、各カップ麺メーカーが値段競争している時代に、社長方針が気に入りません。そっか、とにかく社長が気に入らねえんだな。そりゃ絶対いかねえよな。ゆかさん、静岡何は、つばめっていうラーメン屋さんなりあります。なんか聞いたことあるぞ、それ。つばめっていうラーメン屋さん、なんか聞いたことあるな。気になるな。てんたまさん、メッセージが撤回されました。てんたまさん、ゆかさんは結構ラーメン屋さん行かれるんですか？ゆかさん、藤子さん、私はそろそろ眠くなってきましたので寝ますね。おやすみなさい。ヨッシーさん、でもラーメンは地元で食べ続けたラーメンが一番美味しく感じるそうです。そうかもしれないね。まあ、とは言っても、うち地元のラーメンね、まあ、父親に酷評されたんで。父親に酷評されたんで、なんでそんなに酷評されなきゃいけないんだろうっていうくらい酷評だったんでね。まあ、それっきり言ってないかなっていう感じなんだけど、あの、担々麺専門店なのかな。なんか担々麺専門店があって、で、まあそこが結構ね、雑誌に載ってたりとか、なんかあとね、行列っていうか、まあ列作ってたりとかするんで、まあね、私あんまりわかんないからさ。でね、どっか食べ物屋さんあるかみたいな感じだったんで、で、大概カレー屋さんに行くんだけど、まあ、カレー屋さんでもいいんだけど、他になんかあるかって言うから、ね、そんなラーメン屋さんあるからさ、あるよっていうので、おすすめっていうのかな、紹介したんだけど、なんか、もう美味しくねえなって言いながら食べていくからさ。ちょっと待って、なんでみたいな感じだったんだよね。だから、まあ、美味しいかどうかわかんないけど、まあ、担々麺専門店がありますな。かさてたまさんおやすみなさい。てたまさん。一覧は用紙に記入する際の注文の裏技があるので、行かれるのなら事前に調べてみてください。マジか。そういうの嫌なんだよな。そういうの嫌なんだよね。お気に入りさん、近藤さん、おやすみなさい。ツーリングで、ツバメに行ってみたいですね。なるほどね。それなりにあるよね。有名な多分、ラーメン屋さんだと思うよね。なんか聞いたことあるね。てんたまさん、ゆかさん、おやすみなさい。
みたまさん、地元で食べ続けたラーメンがそもそもない。そうそうそう。それそれ。それよ、それね。よしさん、近藤さん、おやすみなさい。てんたまさん、裏技めんどい派。そう、なんか、万人に共通してのルールではなくて、っていう、なんか、わかんない、もうめんどくさいってなっちゃうわけよ。もうわかんないってなると、ああ、もうめんどくさいってなっちゃうわけよね。だからラーメン二郎もさ、その注文の仕方がわかんないっていうので、なかなかちょっと行きづらいなっていうね、かなりハードル高かったよね、みたいなね。まあ、ただまあ、一回経験してね、まあ、とりあえず店入っちゃえばなんとでもなるんだ。あとは食べるだけだからっていうのでな。わかったみたいな感じでね、一回経験すれば、まあね、大丈夫だとは思うんだけど、知らないうちからなんかね、なんだろう、寿司屋のネタの頼み方みたいなさ、なんか寿司屋のネタの頼み方もなんだか難しそうな感じじゃんか。だから回転寿司にしか行けないみたいなところがあるからさ、なんかそういうめんどくささっていうのかな。そういう感じかな。てったまさん、お気に入りさんはバイクにも乗られるんですね。ね。なんか、そのワンちゃんとバイクでなんか旅行するみたいだったもんな。お気に入りさん、地元のばあちゃんが営んでいた、ザ・昭和の町中華が閉店しました。そういう感じの店だよね。その地元のラーメン屋っていうのはね。そう、だからそういうお店がさ、ないんだよ。いい雰囲気だったんですけど、そうそうそうね、そういうのあるよね。だからこの前通ったその、中華、あれラーメン屋さんっていうわけではないんだよな。中華料理屋さんっていうのかな。が、まあ、それ、強いて言うならそれだったとは思うんだけど、で、そこでまあね、いつもお金持たされて、五目ラーメン食べてこいって言われて、で、だから注文するものまでも決まっちゃってるわけよ。で、五目ラーメンの分の、お金を渡されて、で、ね、食べてこいみたいな感じで行くお店だったんだよね。だから五目ラーメンしか、子供の時は知らなかったんで、まあ、五目ラーメンとは言わないんだっけ、中華屋さんって。五目麺だかなんかだったかなを、食べたことしかなかったんだけど、まあ、そこがもうね、バイク屋さん、自転車屋さん、バイク屋さんに変わっちゃってたんでね、もうないよっていう感じ、やっぱりね。お気に入りさん、てんたまさん、僕は人生をバイクに捧げてます。なるほどね。てんたまさん、自分も町中華大好きです。閉店は悲しいですね。そうだよね。たまさん、人生をバイクに捧げるのかっこいい。そうで、まあ一応、ラーメン屋さんあるといえばあったんだ。一回も入ったことがないラーメン屋さんがあって、で、まあこの辺、商店街、一応商店街だからさ、お店そんなないけど、一応商店街なんで、全部の店を制覇してみようと思って、で、ほとんどのお店入ったんだけど、そのラーメン屋さんだけは、入ったことがなかったんだよね。で、まあ、小学校、中学校の時の同級生の子の、親がやってるお店らしいんだけど、まあ、とにかくその時からも、その同級生たちからも、あそこのラーメンはっていう話だったわけ。あそこのラーメンはちょっとね、みたいな話を聞いてたんで、まあちょっと行けなかったんだよね。一番最後っていうか全然行ってなくて、で、やっぱり民泊をやってた時のね、ゲストの外人さんが、まあ日本のラーメン屋さんっていうことで、なんか期待して入ったみたいなんだよね、その店にね。だけど、おすすめしない。
おすすめしないっていうかさ、いや、外国人にまでおすすめしないって言われたんじゃ、それちょっと行きづらいよなと思って、で、結局それっきりまた行ってなかったわけよね。で、どうしようかなってずっと思って、なかなかちょっと入る気しないんだよねって思ってるうちに、やっぱりほら、同級生のね、親御さんがやってる店だからさ、もう年齢が年齢なんでね、もう辞めちゃったんだよね。で、今もうなんか新しい店で、やっぱりラーメン屋かなんかをやるつもりなのかなっていう感じなんだけど、内装をね、すっかりやり直してるっていうのかな。なんか綺麗に作り直してんだけど、ただなんか元の状態じゃない？それっていう。綺麗にはなってるけど、元の状態じゃない？それっていう感じなんで、またラーメン屋さんになるのかなっていう感じなんだけど、まあ、とにかくほら、この辺の店みんな、新しいお店っていうの？もともと昔からあったみたいな、そういう感じの店じゃないんだよね、この辺にあるお店ってさ。てんたまさんひどい。そう。もうその時はね、もう当時から、そこはね、みたいな感じでみんな口揃えて言うんで、誰も美味しいとは言わないんでさ、ちょっとどうしようかなと思ってたらね、ゲストの外人さんにまでね、行かない方がいいって、行かない方がいいとか言われたから、それちょっといけないなと思ってさ、行かなかったんだよね。そしたら、もう終わったね。なんか英断じゃなくて、なんていうんだ、もうね、定年ではないけどね、もういい年だからみたいな感じで退職した感じっていうのかな。ただもうね、そのラーメン屋いつ覗いてもなんか行こうかなって思いながらさ、なんかいつ店の前を見てもさ、いっつもお客さんいなくて、で、いつもその店主さんかな、が客席に座って、ぼーっとね、店の外を見てるっていう感じで、これな、よくやってるよなって。まあ、よくやってるよなっていうか、まあ、ここの地主というか、まあ、この家持ってる人なんだろうね。だから平気なんだろうねっていう感じ。で、まあ、綺麗好きっていうか、一応、なんだ、綺麗にしてるっていうかさ、花育てるのが上手で、なんか花壇があるんだけど、そこの花壇の花が、まあ、立派だったわけよね。でね、なんか花はすげえ立派なんだけど、まあ、ラーメン作ってる姿見てないみたいな、そんな店だったけど、まあ、そこもついになくなって、もう全部なくなったなっていう感じ。なんかね、地元にあったものは全部なくなったなっていう感じをすっかり綺麗にね、なんか入れ替わったなっていう感じで。えーっと、ひどい、外人さんもおすすめしませんと。そうそう。すげえなと思ってな。経営者が変わったとかでは、まあそうかもね。もしかしたらその子供の代になったとかそういうことかもしれないよな。てんたまさん、今までよく潰れなかったですね。そうなんだよ。だから多分持ってるんだと思うんだよね。あそこの建物をな。てんたまさん、花関係なくないですか？そう。花は上手に育てんだけど、ラーメンはね、みたいなね。お気に入りさん、ヨッシーさん、なるほど、カップ麺であればお手軽でいいですね。なんか、あれかな、私の、このコメント欄には反映されてないメッセージが入ってるのかな。てんたまさん、花に対するエネルギーをラーメン作りに注いで欲しかったですね。そう、そういうこと、そういうこと。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、この言葉を3回みんなで一緒に言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はい。アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。ああ、よかった。ああ、よかった。
よね。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。